This is a miracle star shining blue. We call the Earth. This world where light and darkness exist. There is a man in this beautiful contrast world. So this is his story, and a new adventure begins. I love you 3000. Now, wake up! Wake up! 絶景大国オーストラリア。広大な大地に広がる大自然。未だかつて見たことのない壮大な景色。夜空一面に輝くあまたの星々。オーストラリア横断1万キロの大冒険が始まる。燃えるように赤い荒野に続く地平線の向こう側へ。旅の始まりの地は東オーストラリアにあるゲインダーというとても小さな町。そこから約1万キロの旅がスタートする。少し大きな町に着き、そこで旅の買い出しをし、いよいよ本格的に内陸へと進んでいく。西に向かうにつれ殺風景な景色へと変わり、乾燥した大地、透き通るように青い空が広がる。これが通称アウトバック。そしてオーストラリア北部の州ノーザンテリトリーへと進む。アウトバックならではの満天の星空の下でキャンプをしながら、出発地点から約2000キロほど進んだところに突如現れた奇妙な岩群、マールロック。天から降ってきたかのように割れた巨石から卵のような巨石まで人知を超えた風景がそこには広がっていた。そこからさらに南西へと向かった。一日の中の楽しみでもある夕食。ほとんどのメニューは簡単に調理のできるパスタ。焚き火と満天の星空の下で食べる夕食は別格だった。そしていよいよ世界のへそ、エアーズロックへと続く。ついに旅のメインでもあるエアーズロックに到着。ここは別名ウルルといい、外周10キロ、高さ300メートルを超える世界最大級の一枚岩で、原住民アボリジニにとってとても神聖な場所だ。ここではスピリチュアルな雰囲気が漂っていて、太古から続く圧倒的な自然の力を感じることができた。小さい頃からここに来ることを夢見ていて、ついにそれが叶った日だった。後日向かった場所は同じ国立公園内にあるカタジュタ。ここはウルルと違ったたくさんの巨大な岩たちが連なっている。そこはまるで違う星に来たかと錯覚するほどの異空間が漂っていた。ここは個人的に横断中に行った場所の中で一番のお気に入りのスポット。次に向かったのはキングスキャニオンと呼ばれる巨大な渓谷。エアーズロックから約 300km のところにあり、ウルル、カタジュタとはまた違う壮大な景色が広がっていた。そこには約4時間ほどのトレッキングコースがある。スタートからすでに多くの岩の階段があり、かなりハードだった。コースの中腹まで行くと、道は穏やかになり、ゆっくりと景色を楽しむことができた。そしてコース終盤にある巨大な渓谷は、吸い込まれそうになるくらいの絶景だった。それからキングスキャニオンを北上し、北の都市ダーウィンへと向かう。北に行くにつれ緑が増えてきて、内陸の乾ききった大地とは別の木の匂いが漂い始めた。そしてダーウィン手前にとてもいい雰囲気のキャンプ場を見つけた。そこは川が流れていて、川の音、風に揺れる木々の音、そして鳥たちの歌声。コーヒーを飲みながらそれらを堪能した。そして次の日にダーウィン直前にあるリッチフィールド国立公園を散策。公園内はとても広く、その中には4メートルを超える巨大なアリ塚や数々の滝があり、稀にワニが出没するとか。内陸とは違って気温も湿度も高く、まるでジャングルに来たかと思うような場所だった。ここの森林浴で心身ともに癒された最高の一日になった。
次の日、北部の都市ダーウィンに到着。はじめに行ったのは美術館。そこにはアボリジンの装飾品から恐竜の化石、いろいろなものを見て感じることができた。ダーウィン2日目は超巨大ワニのいるクロコザウルスに行った。そこには全長6メートルを超えるワニもいて、生まれて初めて至近距離で見るワニは迫力があり、生きた恐竜と言われる理由がなんとなく分かった。日が暮れる頃、俺たちはナイトマーケットに行き、美味しい夕飯を最高のサンセットとともにいただいた。夕暮れ後のナイトマーケットは、より多くの人が集まり、いろんな種類の屋台があって、みんな家族や友達と賑わっていて、まるでお祭りのようだった。久しぶりにたくさんの人が賑わっているところに来て、とても楽しい一日だった。ダーウィンを出発し、オーストラリア横断の旅も後半へ突入。そして、いよいよ最終目的地のある西オーストラリアへと入る。しばらく進むと現れる街は、西オーストラリアのリゾート地、ブルーム。自分の目を疑うほどの青い海。海岸には波で削れた面白い形の岩などがある。日が落ちる前にビーチへ行き、久しぶりに海で遊んで、その後はビーチで昼寝をしたりゆっくりと過ごした。日が落ち始める頃、近くでラクダのツアーが始まった。海に沈む太陽と浜辺を歩くラクダの行列はとても幻想的で最高の時間だった。次の日は80マイルビーチという全長220キロほどあるビーチに向かう。ビーチに入った瞬間に広がる景色は言葉を失うほど幻想的で、まるで鏡の世界のようだった。その空間の中でコーヒーを飲みながら音楽を聴き、日が落ちるまで非現実のような世界の中でゆったりと時間を過ごした。そして日も暮れて水平線に沈む夕日をバックに車を走らせ、この幻想的な場所を後にし、次の場所へと向かった。道中にあるキャンプ場は自然に囲まれていて、空気は新鮮でとてもリラックスできた。毎晩肉眼で見える天の川と幾千もの星たち。その絶景は常に自分たちの頭上に存在しているのだと気づくことができた。次の場所は西オーストラリア最大級の国立公園、カリジニ。ここには地殻変動や侵食を繰り返し、20億年以上かけて作られた壮大な景色が広がっている。中でもハマースリー渓谷にある超巨大な地層の壁は自然の力、地球の神秘を物語っていた。俺たちは日が沈むまで夢中で散策をした。新月が近いため天の川を通るために高原の少ないキャンプ場に2日ほど滞在した。今までほぼ毎日が長距離移動だったので、今回が初めて2日間同じ場所の滞在だ。ここは電波も弱く、電子機器たちのバッテリー問題もあって、暇つぶしはアクセサリーを作ったり、旅を振り返ったり、たまに来る牛の大群にビビりながら過ごした。旅も終わりに近づいてきたので、今回の夕食は少し豪華にカレーを作って食べた。そして新月の日の星空は、何時間も眺めていられるほど美しく、今までで一番綺麗な星空だった。次に向かったのはエクスマウス。ここも西オーストラリアのリゾート地で有名な場所だ。エメラルドグリーンの海に潜り、水中には巨大な魚が悠々と泳いでいた。この旅の最後の地で海に沈む夕日をしっかりと目に焼き付け、夜には星空を堪能し、眠りについた。そして最終日。この旅始まって以来の初めての雨。旅で汚れた車も綺麗になり、そのまま車を走らせて、旅の最終地点、カナーボンに到着。
これで27日間のオーストラリア横断の旅は終了。この旅は一生俺の中に残り続けるだろう。1万キロという果てしなく長い道のりを経て、オーストラリアの魅力を存分に満喫し、壮大な自然に癒され、魅了され、この世界の美しさを知ることができた。大自然の中に存在する様々な形の石たちは、まるで意識があるかのようにそれぞれの形を作り上げ、私たち人類に自然の素晴らしさを伝えているような気がした。自分の目を通して見る絶景。それらを五感で感じ、子供の頃の全てが新鮮だったのを思い出す。そんな自然が俺は大好きだ。今何をするべきなのか、何ができるのか。自分自身を信じ、今を歩むことで、必ずその道は理想とするゴールへと向かう。ただ、世の中楽しいことだけじゃない。辛いことも比例して訪れる。それがこの世の中の面白さでもあり、自然の織りなす光と闇のコントラストだ。辛いことも学びや経験になり、それは自分に必要なことで、後の成長への手助けとなる。己の道を進むことは簡単じゃない。自分自身で道を切り開き、困難を乗り越え、挫折しそうになることもあるかもしれない。でも、進み続ければ必ず助けてくれる仲間が現れる。そして新たなステージへと向かう。人生とは物語だ。この広い世界でどう生きるのか、どうなりたいのか、その答えはあなたの中に眠っている。この世界の主人公はあなただ。